一連の山々が連なって伸びる山脈は、地球のプレートが移動することで地形が隆起して形成されます。小さいものから大きいものまで地球上のさまざまな場所に点在しています。山脈には氷河や峡谷、滝に湖など多様な自然が存在。それらが織りなす素晴らしい景色を満喫することができます。一方、過酷な環境であることから登山やハイキングなどには注意が必要です。この動画ではそんな恐ろしくも美しい世界の山脈をご紹介します。当チャンネルでは山岳遭難、盗犯中の事件事故を発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。恐ろしくも美しい世界の山脈10選。アンデス山脈。アンデス山脈は南アメリカの西側に位置する最長の山脈であり、山脈はベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、アルゼンチン、チリの7カ国にまたがり、その長さは 8000km にも及ぶと言われている。氷河や火山、砂漠に湖といった多様な地形を作り出し、地球離れした過酷な環境が多数存在している。特に山岳地帯では孤立と過酷な自然環境で、一部が無人地帯であるため安全保障や救援が十分に確保されない場合もあります。最高峰はアコンカグア 6960m で、6000m を超える高峰が20座以上そびえ立っている。現在でも火山活動は活発であり、1985年にはコロンビアにあるネバド・デル・ルイス火山の噴火による火山泥流が麓のアルメロの町を直撃し、人口28,700人の約4分の3にあたる2万1000人が死亡する大惨事となった。山脈の中には広大な岩場や砂漠のような地域が広がり、食料や水の確保が非常に困難です。アンデス山脈にはアルパカやヤマネコなどの可愛い野生動物が生息していたり、ウユニ塩湖などの世界的に有名な観光地も点在しています。ロッキー山脈。ロッキー山脈は北アメリカの西部カナダとアメリカにまたがる山脈であり、長さは約 4800km を超えます。山脈の最高峰はアメリカ合衆国コロラド州のエルバート山 4401m である。高い標高と厳しい気候条件で平均最低気温はマイナス16度。凶暴なグリズリーベアやクーガーなどの大型肉食動物が生息しているため、登山やハイキングの際には細心の注意が必要です。全域にわたって植生や生態系が豊かで、手つかずの自然が残されている地帯も多く、国立公園や世界遺産に登録されている自然遺産も多い。世界遺産に登録されているのはバンフ、ジャスパー、クート、養蜂の4つの国立公園。北へ行くほど険しさを増すとともに風景が素晴らしくなり、カナダ国内の地域はカナディアンロッキーと呼ばれる雄大な自然が広がっています。特にターコイズに輝くモレーン湖、広大なコロンビア氷原などは欠かせないスポットであり、自然が作り出す素晴らしい景色を満喫することができます。スカンジナビア山脈。スカンジナビア半島を南北に走る山脈であり、ノルウェーとスウェーデンの国境を成しています。長さは約 1800km にわたり、また高緯度に位置するため厳しい寒さと降雪量も非常に多く、雪崩の危険性が高まります。山脈最高峰はガルフピッケン山 2470m。 万年雪や氷河地形が多いことで知られています。極地に位置するため北極キツネやライチョウなど寒冷地に適応した動物が生息しています。一方でヒグマやオオカミなどの肉食動物も存在します。野生動物との遭遇には十分な注意が必要です。スカンジナビア山脈は代表的な小木曽山帯。山の西側は北海とノルウェー海、フィヨルドと呼ばれる氷河の浸食によって形成された深い渓谷、美しい湖など自然が織りなす美しい景色を見ることができます。有名なベッセゲンは忘れられない風景でした。ここは稜線の尾根が最も痩せた地点で、尾根を挟んでベス湖とイエンデ湖の2つの氷河湖が隣り合い、その間を歩くという素晴らしいところ。日本アルプス。日本アルプスとは本州の中部地方にある飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈以下の3つの山脈の総称である。日本アルプスは非常に高い山脈であり、標高が 3000m 以上にもなります。高所は酸素が薄く、体が馴染んでいなければ高山病のリスクがあります。大規模な岩壁や岩稜帯、ガレ場を有する日本アルプスの山では、転倒、
滑落が致命的な事故につながってしまう。剣岳や穂高岳など上級者向きの山はもちろんだが、アルプス初心者向きとされる燕岳や立山、雄山、唐松岳などもポイント的に危険な岩場やガレ状の通過がある。アパラチア山脈。アパラチア山脈は全長約 2600km にもなる山脈で、カナダの南東部からアメリカのアラバマ州まで伸びています。最高峰はノースカロライナ州にあるミッチェル山、標高 2037m。個々の山の標高は平均して1000m前後。アパラチア山脈にはいくつかの国立公園もあり、雄大な山岳や樹海の眺望を楽しむことができます。また南側にあるアパラチア森林と呼ばれる広葉樹林帯が有名で、2000種の植物や200種の動物が記録されています。南極横断山脈。南極大陸を横断していることから付けられている。全長は 3500km で、地球上で4番目の長さの山脈。南極横断山地、トランスアンタークティック山脈ともいう。この山脈の恐ろしいところはやはり気候です。一部の山頂や谷は氷で覆われていないが、それ以外は軒並み氷に覆われている。地球上で最も寒冷な場所でマイナス40度まで下がる。山頂では風速80メートル、時速300km、新幹線の窓から顔を出しているような凄まじいブリザードが吹き荒れます。ペンギンやアザラシ、海鳥等がビクトリアランドのロス海の海岸線上に生息しており、地衣類、藻類、菌類が内陸部に生息している。登頂までの平均日数7から21日間。登攀中に事故や病気にかかったとしても、病院の施設は南極に存在せず、最寄りの医療機関は海を渡ったチリにしかないため、最低でも1週間はかかる。ピレネー山脈。ピレネー山脈はフランスとスペインの国境にまたがる約 430km の山脈であり、夏場を中心に定番のハイキングコースとしてヨーロッパの人から人気を集めています。北側には氷河が作り上げた特異な自然景観が広がり、南側はなだらかな高原と荒々しい渓谷が特徴で、山脈の南北で違った景観を楽しむことができます。またスペイン側のオルデサ国立公園やフランス側のピレネー国立公園などは世界遺産に登録されており、自然遺産と文化遺産の要素を兼ねた貴重な複合遺産として何世紀にもわたりその景観を受け継いでいます。アルプス山脈。アルプス山脈はヨーロッパ中央部を東西に横切る山脈で、スイスやイタリア、オーストリアなど多くの国に面しています。全長は約 1200km。 西ヨーロッパ最高峰のモンブランをはじめ、マッターホルンやユングフラウなど 4000m 級の山々がそびえます。これらの山はアルプス三大名峰とも呼ばれ、春から夏にかけては登山列車やハイキング、冬には一面に広がる白銀の世界を楽しむことができます。ヒマラヤ山脈。ヒマラヤ山脈は中国やブータン、チベットなどにまたがる山脈で、世界最高峰のエベレストがあることで知られています。その全長は約 2400km にわたり、標高 7000m を超える圧倒的なスケールの山々が連なることから世界の屋根と呼ばれることもあります。またその荘厳な姿を一目見ようと世界中から多くの観光客が集まり、山や氷湖などさまざまな自然が織りなす美しい絶景を見ることができます。アトラス山脈。アフリカ大陸北西部、サハラ砂漠と地中海、大西洋の海岸部を分離している。全長は約 2500km である。山脈の最高峰はモロッコ南西部にあるツブカル山、標高 4167m である。アトラス山脈の南は広大なサハラ砂漠で、多くの地域で1年の降水量が10から 20mm 程度です。東京の1年間の降水量が1000から 2000mm ですから、とても雨の少ない地域であることがわかります。夏は50度近くなることもあり、とても厳しい灼熱の暑さなのですが、夜はかなり冷えます。特に冬場にはマイナス10度以下を記録したこともあるそうです。以上、恐ろしくも美しい世界の山脈10選をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。